皆さんこんにちは。宮崎智美の考えるラジオの始まりです。週末の今日はカジュアルな話題をお届けします。今日のストーリーテラーは山崎純一郎さんです。山崎さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この番組は秋葉原第一スタジオからお届けします。山崎さん、今日はどのようなお話を？はい、これですね。ブルース・スプーリングスティーンいきなり噛みましたけどね。スプリングスティーン、はいはい、アメリカの、ロックミュージシャンのお話をしたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、ちょうど去年の11月なんですけども、はい、スプリングスティーン孤独のハイウェイっていう映画が公開されたんですよ。なるほど。まあそれの感想なども含めて、はいはい、語っていきたいんですが、最近このミュージシャンものの人生を追う映画っていうのは結構ありますね。なかなか興行収入もいいやつも多いんで、クイーンのボヘミアン・ラプソディとか、はい、あとホイットニー・ヒューストンとか、はい、あとエルトン・ジョンのロケットマン、あとボブ・ディランもありますね。ボブ・ディラン、やっぱりそれぞれその人生が波乱に満ちていて、そうですね、その芸術にかける情熱の力といいますか、ですよね。ただね、このスプリングスティーンの映画ちょっと毛色変わってるんですよ。毛色、それでちょっと取り上げたかったんですよ。毛色、要するに彼が一番うつ病として落ち込んでた時期のことを描いてて、でいわゆる彼が一番有名なのはBorn in the USA、はいはい、曲ですよね。はい、で70年代にも結構大ヒットしてるんですけども、はい、その後彼はうつ病になって、はい、これでいいんだろうかみたいな、はい、でその時にネブラスカっていうアルバムを発売したんですよ。これですね。お持ちなんですね。はいはいはい。この LP レコード。ネブラスカ。この写真はこれね、車のボンネット。多分そうですね。フロントガラスから見た風景。はい、裏は曲名がずらずらと書いてある。ネブラスカはネブラスカ州というのはありますけど。そうです。そこに関係しています。はいはい、で地味なんですよ、このアルバムが。うつ病の最中、克服した後、最中模索してる時ですね。ちなみに映画、はい、こういうポスター、これは若い時じゃないです。もう70年代か80年代ぐらいじゃないですか、これ多分。そう一番彼らしいね、これフェンダーのストラトキャスターっていうギターなんですけども、彼いつもこれ持ってこの当時演奏してましたんで、で結構これ映画としては大ヒットしなかった感じなんですよね。ボヘミアン・ラプソディほどは。クイーンのね。そう。だから題材が題材だけにね、ちょっと地味な、そう。描き方が難しかったんですかね。だから映画全体の世界観っていうのがね、なんか陰鬱で重苦しい空気感漂ってて、なんとなく暗いんですよ。重いんですよ。BGM が単調だったとかそういうわけではない。一応そうなのかな。そうでこれの私がですね今レコードジャケットを見せたんですけども、このアルバムってネブラスカってアルバムはギターと彼の歌と時々ハーモニカなんか本当にそれだけで構成されてるアルバムで、シンプルなんですすごく。要するにバンドの演奏なし。でそれがどうやって彼撮ったかっていうと、自宅で悶々としてる時にですね、この
これねカセットレコーダー、ティアックのマルチレコーダー、これ画期的な製品で、ティアック144っていう、これは製品名っていうかなんてジャンルで言うと何なんですか？これカセットポータブルマルチレコーダーレコーダーなんですね。そう要はカセットテープって、A 面 B 面ってあるじゃないですか、で A 面に2トラックステレオの L と R、 B 面に2トラック L と R、 それを一方通行片道で使って4つのトラックを多重録音できるようにするっていう機械。すごいですね、発想が。そうミキサーもついてるし、イコライザーっていう音質調整もついてるし、ミキサーのスイッチがついてますね、4本あるんですかね。そうです、4本あって、でマスターのフェーダーがあって、でカセットが収まってますよね。じゃあカセットテープの裏表同時に走らせるわけですかね、磁気ヘッド。裏表って表現して、要は一方通行なんですよ。裏返したら逆再生されちゃうっていう。そういうことです。そう。そんな優れたとか変わった機械があったんですね。で彼はこれでまずデモテープを作ろうとしたんじゃないですか。でも実はもう結論から言うと、そのデモテープを作ろうとしたデモがそのまんまこのレコードになったんです。それがネブラスカ。一発収録というか。基本的にそうですよね。そうで、私このあれなんですよね。これティアック144って言うんですけど、これが1979年に出たのかな。でこの後継機種で244っていう、それ私持ってて当時使ってたんです。今もうないんですか？これね今もう本当もったいないことしたんですけど、90年代中頃になって結婚して子供も生まれて、狭いマンション暮らしでしまうとこなくて、破棄しちゃった。破棄ですか？もったいない。メルカリはなかったですもんね、当時なかった。何でも鑑定団もなかったですもんね。なかったです。なんでね、今思うとね、もったいないなと思いますけどね。使ってて、これで当時やってたバンドのデモテープをたくさん作りました、これで。そういうのもあって、すごいこのネブラスカってアルバムは僕共感を覚えるアルバムなんですよね。そう。いや、機械いろいろお持ちなんですね。メロトロンを古い機械ばっかり。古いというか変わった機械。そんなのあったのか、博物館みたいなのができそうな気がします。これベッドルームでこんな感じで自宅でこうやって録音して、例えば1トラックに歌を入れて、2トラック目にはハーモニカ入れて、あと鉄筋とかグロッケン、鉄筋とかなんかそういうのも入ってるんで、そういうのも入れたりとかしてやってるんですよね。もう一人で完結してるってことですね。なんかアシスタントもついてるみたいなんですけども、もう2人でずっとベッドルームこもってやってる。すごいな。そうで、この時にその映画の中でこの出来上がったものをカセットにミックスして落とす普通のカセットテープで聴けるようにシーンがあるんですけども、その時にサンレコード時代のエルビス・プレスリーのような音にしたいっていう、要するに古い音にした。古い音を作りたかったんですかね。そうなんですよね。でエコープレックスっていう、エコーマシン、残響を作る山彦ですか、ワンワンワンっていう、確かにそうやって聞くと昔のプレスリーってわざとらしい残響エコーが山彦みたいについてたなと思って、そういうことエコープレックス当時デジタルじゃないんで、これもテープ式っつって、わかります？テープ式エコー。わかんないですね。エコーをテープでかけるってことですか？再生ヘッドがあります。録音ヘッドがあります。再生ヘッドがあります。で、こっちで自分の音を録音したものをこっちで再生して2つに混ぜたら、この距離の分だけエコーがかかるわけです。
やまびこが。物理的にそうやってかけられるんですね。そうテープがぐる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 と回ってて、そうやって物理的にエコーをかける機械があるんですよ。今もあるんですか？今はもうヴィンテージものしかないですね。今はみんなデジタルに置き換わってますからね。やっぱりメルカリです。すごく高値で取引されてる。やっぱりあるんですか、その市場というか今も。エコープレックスも有名なんですけど、70年代に出たローランドが出したエコーマシンなんですよ、テープ式の。これすごい高いですよ。当時そんななんか十何万とかだったんですけど、今多分ものすごい値段ですよ、まともに動くやつは。100万。どうなんですか？すごいんですよ。なんでそれは昔の音を出せるからですか？今の人が使おうというニーズっていうのは。そう昔の音にしたい人もやっぱりいっぱいいるんですよね。そうでそれを使ってこうやるんで、僕、レコーディングエンジニアとしてはこう共感できる部分ですね。もちろんあって、でこの、当然さっき申し上げたようにこのカセットテープのマルチレコーダー使ってたんで、このネブラスカってアルバムを聴くと、そのアナログ独特のノイズ感じ、ノイズってこうデジタルの世界ではすごくもう良くないものとされてるんですけども、やっぱりアナログ独特のこうサチュレーションっていうんですけども、微妙なノイズが乗った感じとか、あとテープがシーっていうヒスノイズって言って、そういうのが乗ってたりとか、そのままこうレコードに入れてるんですよね。そう磁気テープ独特のノイズなんかもあるでしょうね。そうでこれじゃあもうどんな音かっていうと、冒頭だけでもこう再生してみましょうか。こんな感じです。これネブラスカっていう1曲目。もうハーモニカからガンガン来るんですね。この後歌が入ってくるんですけど、そこでそのエコーの感じ分かります。乱暴な言い方するとお風呂場で歌ってるような。いやいや本当すごくエコーを聞かせてますね。昔のカラオケマシンのエコーみたいな。いや80年代。そうこれはギター重ねてありますね。多重。こういう感じで延々とこういう世界観がすごいです。これやっぱりネブラスカっていうところになんか郷愁を感じるものがあったんですかね。この2曲目にアトランティックシティっていうアトランティックシティって確かネブラスカだったと思うんですけども、あれニュージャージーかな、あれニュージャージーだったかな。いやアトランタ。いやアトランタじゃなくてニューヨークの下の方にアトランティックシティ、ニュージャージー州ですかね。確かネブラスカを題材にした曲もあると思う。今の曲もそうだし、他にもあったと思うんで、その辺の要するに彼ってほら労働者階級の悲哀とか、若者の叫びみたいなそのすごく歌詞にしてるんで、そういうところじゃないですかね。でちょうどねこの時ねその70年代の中頃にそのアトランティックシティがカジノかなんかが合法化されたタイミングで、80年代の初頭から実際にそのカジノがガンガンこう流行って、観光客がいっぱい来て一見潤うようだけども、実はそこから昔から住んでる住民たちは貧乏なまんまだみたいな、二極化が進んでた時代で、そういうのを歌にしたりしてるんですよね。大阪市に聞かせてあげたいですよね。僕もそう思いました。そう
でまあこれこのデモテープをカセットのテープをスタジオに持って行ってプロデューサーとか、まあ、レコードレーベルの重役に聞かせるんですけども、はい、当然猛反対するんですよ。要するに今まで結構その前に大ヒットしたのはボーントゥーラン明日なき暴走っていう、ものすごいもうガンガン来るロックで、前向きなロックなんですけども、バンドサウンドのこれはこういうね今みたいなプロデューサーからしたらどうしたんだっていう感じでしょうかね。要するに商売にならないって話ですよね。そうでもう理解できないって反対されるんですけども、じゃあ折衷案取ってこれにバンド入れてみたらとか、そういうシーンもいろいろあるんですけども、全然ダメで、じゃあちょっとこれをカセットをエンジニアがもうレコードに耐えられるようなこのままの音でもいいからレコードができるような商品ができるような音にこうきれいに静音していく、整えていくって作業なんですけども、いやこれじゃないんだと、このまんまなんだ、カセットのまんまなんだみたいなシーンがあるんですよね。そうしてくれっていう。そう。で結局レコードとして音楽としては評価っていうのはどうだったんですかね当時。結局アルバム全米2位かなんかなりました。そう。だからこれどう捉えるか、要するにビジネス寄りの人と本当のアーティスト寄りの人が考え方があって、当然ブルースはアーティスト寄りでプロデューサーはビジネス寄りじゃないですか。でも聞く人間は彼の本質的なものをよく分かってるわけですよね。なるほどなるほど。歌詞の内容とかね、彼のそのなんか若者の叫びとか、心の叫びとか、労働者の悲哀とかっていうのを、そこをちゃんと見抜いたんじゃないですか、聞く人に。まあアーティストと聞く人の距離っていうか、ちゃんとものすごく接近してたんですね、そこはね。だと思います。そうでこれその映画の中ではその彼の幼少期の生い立ちなんかもちょっところどころこう挟まれてて、そのモノクロで出てくるんですけども、お父さんっていうのがそのブルースのお父さんっていうのが男なら強くあらねばならないみたいな。当然お父さん労働者なんですけども、である時ですね、要するに父親と母親の口論が絶えないような家庭で、その暮らしも豊かじゃないんで、そこである日こう母と口論してる時にそーっとバットを持って近寄って父親のケツをバーンってバットで叩くシーンがあったりするんですよ。本当にあったかどうか分かんないですけども、でお父さんはよくやったと、褒めるんですよ。それでこそ男だみたいな、だからそういう家庭で育ったんですよね。アメリカのそれがマジョリティなのかもしれないですもんね。そうですよね。そうそうそう。でね、これそのネブラスカの中にはいい曲ばっかり入ってるんですけども、やっぱり他にもボツになった曲、アルバムに入ってない曲があるんですよ。で去年かなんかにそういうのも全部含めてネブラスカの完全バージョンみたいなの出たんですけど、でその中にボーン・イン・ザ・ USA 80年代の後の大ヒットしたあれの原曲が入ってるんですよ。どういう曲かって入ってるんですね。地味ですよ。The first kick I took was when I hit the ground. Like a dog, it's must be too much. Do you spend half your life just covering up? Born in the USA, born in the USA, born in the USA, born in the USA. I got it. ね。地味でしょ。いや地味だからエコーはやっぱりガンガン聞いてますね。このエコーね。そういうそれでこ
これもやっぱり聞かせるんですけど、プロデューサーたち当然反対もするし、でやっぱさっきバンド入れて折衷案みたいになった、その時にいわゆる大ヒット版の同じようなアレンジのやつがスタジオでバンドやるんですけど、実際にプロデューサーたちの前で演奏するとプロデューサーたちこれだって大喜びするんですけども、違う、ダメだと、ブルース本人は却下こんなんじゃないんだって却下まあその後なんであれになったのか分かりませんけどね。で、まあ、多分歌詞の内容を聞いていただけると、まあ本当にアメリカで生まれたってこの町で小さな問題を起こし、彼らは俺にライフルを持たせ、外国へ送り込んだ、黄色人種を殺すためにっていう、まあもうまさにベトナム戦争の帰還兵のことを書いた、曲なんですけども、それをまあそのまんま歌詞も同じなんですよね。まあこれ有名な話ありますよね。ロナルド・レーガン大統領が選挙キャンペーンにこの曲使ってブルースが激怒した。逆ですもんね。なんか完全にね、共和党の人たちはこれをなんか愛国心の歌だと思ってたっていうね。兵隊を募るための歌みたいな。そうなんですよ。まあタイトルだけ見たんでしょうかね。まあね。それでもまあうまく使えると思ったんでしょうね。どうなんですかね。まあこの人ゴリゴリのね民主党員で有名で、その後でもないですか。最近ではストリーツ・オブ・ミネアポリスという。アイスが住民をね、デモ隊をこう死者が出たじゃないですか。あれをすぐ歌にして。でなんかトランプが大激怒したっていうやっぱり音楽家はね、その辺すごくすぐ瞬発力あって、ね、表現者としてやはりねすぐ動けますよね、やっぱり。ですよね。そうなんですよ。そうで、まあちなみにここでプチ情報。プチ情報娘が2人いて、ブルースに今、長女だったかな、次女だったかな、ちょっと覚えてないんだけど、2020年の東京オリンピックで銀メダル取ってるんですよ。名前は名前なんつうかな。名字はスプリングスティーンじゃないですか。そんな選手。乗馬のね、乗馬で取ってるんですよ。そうでこれ未確認情報なんですけど、どうもお忍びで応援に来てたっていうね本人お父さんコロナ禍を押してそっか、東京オリンピックそうですね、コロナ禍なんで、ね、無観客で、まあ乗馬馬術ですよね、馬術競技ですもんね、馬術で無観客だったらねちょっとすいません、メダリストなのにちょっと記憶っていうかなんかね、僕ニュースでちらっとね、なんかその乗馬のシーンで見たような気がするんですよね。じゃああの人がそうなのかなと思って、そうというプチ情報があってそうなんですよね。でまあ彼は相変わらずというか、さっきのストリート・オブ・ミネアポリスもそうですけども、非常にこうプロテストソングというか、体制に対する批判とかね、そういうのをこうテーマにして歌う人なの。いや今はもうね活躍の機会ですもんね。そうなんかね、もうアメリカ日本ではあまり報じられてませんけど、やっぱりでも、王様トランプ反対デモっていうのはね、全米で広がってますし、ドナルド一世、ドナルド一世ですね。マルシー・ロバート・デ・ニーロ、そうですねノーキングスですねノーキングス、そうですよね、そうというそういうお話だったんですけども、ちなみにこれ多分これ5枚組の LP80 何年かな、6年かに発売された5枚組の LP レコードなんですけども、
もうボックスセットですねこれ。あ、はい。分厚い厚みがあります。はい。ね多分ちょっとうる覚えですけど、これが LP として買った。この後 CD に僕は全部買い替え、いろんなものを買い替えたんで、最後の LP なんじゃないか、最後の LP ですか。はい。じゃないかっていう。多分ね、うん。僕の記憶曖昧ですけど。だけど豪華なブックレットとかいっぱい入ってます。これなんか今手に入んないですよね。CD になるとね、パッケージがちっちゃくなりますからね。そうなんですよ。というまあちょっと最後に自慢したかったです。いやいや、それ日本でどれぐらいの数がでもあったのか。結構出てると思いますよ。そうですか。だってあの時もう大スターだったもん。まあそうですね。そう。まあそういう今日はお話を申し上げました。はい。はい、プチ情報、あとお宝2点。2点。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。